こんにちは、アンナスです。今日はお花の刺繍から出てるその茎の刺繍の話をしたいと思います。その茎っていうのは、上から刺繍するのか下から刺繍するのかどっちですかみたいな質問を前受けたことがあったので、それについてちょっと手元の方で説明しようと思います。それではどうぞ。はい、今日はお花の話を、茎の話をしたいと思います。このお花、今ちょっと適当に刺繍して、でそこに茎の絵を描いたんですけど、この茎は、お花の下からこう外に向かって刺していくのか、それとも一番下のところからお花に向かって刺していくのか、どっちかっていう話なんですけど、私はもう一択でお花の近くから外側に向かって刺していきます。これは何でかっていうと、下から刺すとちょっと曲がったりした時に狙いを定めてここに持ってきたいわけですよね。なんかこの茎の際の部分がここからこうつながってるっていう設定にしたいんですけど、逆からだとなんかここに戻らない可能性がある時もあるんです。ちゃんと刺繍すれば大丈夫なんですけど私の場合結構こうやってるうちに下へと曲がってきて、ちょっと曲がっちゃったみたいなのよくあるんで、そう初心者の方はねあるかもしれない。私初心者ではないけどありますね。なのでお花のもう際のところから外側、下とか、その花から外側に向かって刺すっていうのが一番バランスが取りやすいですね。これちょっと今玉留めしてるんでこのままいきますけど、ここから始めてアウトラインステッチでやるとするとこんな感じで、花の例えば裏に絡めて外に刺していく、向かって刺していく。でもこれって結構刺繍の基本的な話で、お花とかでも何でも刺繍をまず一つ作って、それで、そこから外側に向かって刺し広げていく。なんか同じ色だからって言ってピンクピンクピンクやって緑緑緑ってやるよりも、一つの基準を作ってそこから広げていくっていうのはバランスの取りやすい、綺麗に刺繍できる方法なので、こういう感じで刺繍していくといいです。なんかクロスステッチとかもそうですよね。クロスステッチってその図案があって別に写したりしないので、方眼紙のその中心を決めて、で図案の中心も探して、でそこから、右に3つ、次下の段右に4つとか言って、そこからこう基準を作って広げていくっていうやり方を聞いたんですけど、私クロスステッチはほとんどやらないんでわかんないんですけど、でもそういうことなんですよね。その図案があって、でその図案に対してちょっとずつお花も広げていく、茎も葉っぱも。だからここに葉っぱをつけたい場合は先に葉っぱをするんじゃなくって、先に茎をやってからこの茎に葉っぱを生やしていくっていう風にしないと、先に葉っぱやっちゃうと思ったサイズに葉っぱが茎が入らないですよね。例えばこう葉っぱ1枚だったらいいですけど、2枚でちょっとこう斜めにずれてたりする場合、なんかちょっとこっちの左の葉っぱがちょっと外側に行っちゃったりとかした時浮きますよね。そしたらどうしよう茎をそこの葉っぱに近づけてやっていくと、なんか茎がジグザグしたりとか、逆にその後もう一回葉っぱをちょっと刺し直さなきゃいけない、もうちょっと刺し足して茎の方に持ってこなきゃいけないとかいう、なんか謎の微調整をしないといけなくなるので、なのでもう全部こういう茎があったらそこに葉っぱを生やしていく。
そこにお花を生やしてもいいんですよ。なんかもうその図案にもよりますけど、なんかお花がフレンチノットとかでちょんちょんちょんぐらいのちっちゃいお花だったら先に茎をやってからお花をつける。で葉っぱもつけるみたいな、茎が割とこうメインの図案だったりすると先に茎をやったりしますけど、それは、その図案によっていろいろなんですが、とりあえずバラバラやらないってことですねっていうのは基本かなと思うので、この基本を覚えておくと割と便利なんじゃないかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。